公式発表の裏側で、今の中国経済はまあ静かな悲鳴を上げていると言ってもいいかもしれません。今回はその厳しい現実をですね、そこに住む人たちの本当に忘れられない言葉、これを手がかりに深く見ていきたいと思います。これは雨で現れたからもっと綺麗だよ。皆さん、これ何気ない一言に聞こえますよね。でも、この言葉がどんな状況で言われたかを知ると、その言葉の重みにきっと胸が締め付けられるはずです。そうなんです。これ、路上に置かれた野良猫用の餌を口にしている男性が心配そうに見ている周りの人にかけた言葉なんですよ。前の晩の雨で濡れたキャットフードを指して、雨で現れたからもっと綺麗だと、そう言って淡々と食べ続ける。このあまりに痛ましい光景がまさに今回のテーマの核心を物語っています。ただ、こういう個人の絶望っていうのは決して特別な孤立した話ではないんです。今、中国の街のあちこちで経済が深刻な状態にあることを示す光景がもう当たり前のように見られるようになっています。いや、これ信じられないような話なんですけどね。あるブティークに物乞いの男性が入ってきたそうなんです。そしたらなんと2人の女性店員が駆け寄ってきて、逆にその男性にひざまずいたっていうんですよ。で、こう訴えたんです。私たちも今日まだ一つも売れてないんです。もうこっちが物乞いする寸前なんですよって。もうこれってもはや他人事じゃない、社会全体に広がる経済的な苦しさが生んだ、なんともシュールな現実なんですよね。数年前まで政府は都市の美化なんて言って、物乞いとか路上生活者の人たちを文字通り一掃したんです。でも今どうなってるか。上海みたいな大都市の路上にまた物乞いをする人々の列ができている。その多くが高すぎる医療費が払えないっていう本当に切実な理由を口にしているんです。この光景はもう社会のセーフティーネットが機能していない何よりの証拠と言えるでしょうね。じゃあどうしてこんなに多くの人たちが路上での生活を強いられなきゃいけないのか。その根っこには雇用市場そのものが崩壊しかけているという大きな問題があります。なぜ35歳以下でなければならないのか。これは今、仕事を探している多くの中高年の人たちの心の叫びです。経験だってやる気だってもちろんある。なのにたった一つだけどうしても越えられない壁が目の前にあるんです。これ実際に求人サイトとか見てみると本当に愕然とするんですよ。ほとんどの募集要項にもう当たり前のように35歳以下でこう冷たい一文が書いてあるんです。これが今言われている35歳の呪いですね。経験もあって一番の働き盛りのはずの世代がもう容赦なくバッサリと労働市場から締め出されている。国は定年を延ばしますよって言ってるのに、現場の企業は35歳でいりませんって言ってるわけです。このとんでもない矛盾が本当に多くの家庭を危機に追い込んでいるんですよね。ある40歳の男性、上海で失業してからもう半年が経ちました。毎日家にいるお父さんに4歳の息子さんが聞くんです。パパどうして会社に行かないのって。彼はパパも会社に行きたいんだよってそう答えるのが精一杯。何百通も履歴書を送ったけど返事一つない。だんだん自信もなくなって自分に何ができるのかさえわからなくなってしまった。そう語っています。仕事が見つからない、あるいは見つかってもとてもじゃないけど生活できない。そんな中で人々は文字通り生きるために究極の選択を迫られています。広東省に住むあるシングルマザーの投稿が社会に大きな衝撃を与えました。家賃の支払いがもう翌日に迫っている。でも手元にはほんのわずかな現金しかない。彼女はやっとのことで夜勤の仕事を見つけたんですが、夜子供の面倒を見てくれる人がいないんです。追い詰められた彼女が取った行動は、子供の飲み物に睡眠薬を混ぜて眠らせてから仕事に向かうというものでした。これはもう社会の支えが何もない場所で生きる人たちのあまりにも痛ましい現実です。じゃあ配達員みたいなギグワークならどうなのか。ネット上ではね、1日200元から300元は稼げるぞなんて景気のいい話が飛び交ってます。でも現実はどうでしょう。ある女性の配達員はこう嘆いてます。今じゃ100元稼ぐのだって大変。今日は朝から晩まで走り回って稼げたのはたったこれっぽっち。1日の食費にもなりやしないよって。こういう経済的なプレッシャーは時にもう取り返しのつかない悲劇を生みます。これは河北省で起きた事件です。ある配達員が仕事を辞めるとき、会社から3000元、日本円にしたらたった6万円ほどの給料を不当に差し引かれたんです。抗議に行ったら所長と副所長に暴力を振るわれて、ついに感情が爆発してしまった。彼は所長を殺害してしまったんです。たったこれだけのお金をめぐる争いが人の命を奪って、そして自分の人生もめちゃくちゃにしてしまったわけです。国民がこれだけ苦しんでいる時に、じゃあ政府は何をしているのか。驚くことに人々を助けるどころかむしろ支援を打ち切るっていう逆の動きが出始めてるんです。
この数字2000元、これ何かわかりますか？かつて政府が少子化対策だと言って約束した2人目の子供が生まれた家庭への補助金の額なんです。なんと安徽省なんかの地方政府が一度払ったこの2000元を返せって要求し始めたんですよ。今日向きの理由は国の育児手当と重複してるからなんて言ってますけど、本当の理由はもう地方の財政が底をついてるからだろうと見られています。一度挙げたものを一番困っている人たちから取り上げる、これが今の政府のやり方なんです。この国の矛盾は本当に強烈です。片方では政府は市民からわずかな育児手当を回収しようとしている。そしてもう片方では福利穂宝木センターの幹部が巨額の汚職で捕まっている。庶民のお金は取り立てて役人は私腹を冷やす。この構図が人々の政府に対する不信感をますます大きくしているんです。経済的な苦しさと政府への不信感、この2つが合わさった時、社会の雰囲気は一気に悪くなります。希望が失われて過激な感情が渦巻き始めるんです。このグラフを見てもらうと分かる通り、人々の消費マインドはもうすっかり冷え込んでいます。しかもかつては比較的お金があった層にも節約の波が押し寄せているんです。ある女性はこう言ってます。前は服をセットで買ったりしてたけど、ここ数ヶ月は1着も買ってない。電気自動車の充電だって料金が安い深夜電力の時間しか使わないようにしてるって。未来への不安が1円でも安くという意識を社会全体に広げているわけですね。そしてこれが一番心配な兆候かもしれません。 SNS に投稿されたあるユーザーのコメントです。いっそのこと戦争になればいい。全部ぶっ壊してゼロからやり直した方がマシだ。これってもう自分の力じゃどうにもならないっていう完全な絶望から出てくる言葉ですよね。こういう過激な意見に少ない人たちが共感し始めている。それが今の中国の現実なんです。野良猫の餌を食べる人、子供に睡眠薬を飲ませるお母さん、そして戦争を望む声、こうした一つ一つの断片的な光景は私たちに一つの大きな問いを投げかけています。日々の暮らしさえままならなくなった時、一体何が社会をつなぎ止めてくれるんでしょうか。その答えはまだ誰にも分かりません。